毎度ー。ほとんどたこ焼きめっちゃ美味しいからこんなとこで終わらせたらあかんわと思ってうち何個ぐらい売るんやろう。週末やと200売れたら万々歳です1個で5個入り200個ぐらい出れば今日は休むぞってなる全部1000個ってことですか。5個入り1000個ぐらいは焼くかもしれない。焼くか。うな入れる秘伝のお父さんが残してくれたレシピで小麦粉と山芋それ以外は企業秘密ですこれ入れてんのたこ焼きの粉にっていうものが入ってるんですけどどこもやってないのでなかなかポロッと言われへん。これ平日で3キロをとりあえず仕込んでお水が試算12リッターでなくなるたびにちょっと練っていきます。何ですかこれたこ焼きの粉混ぜます、はい、そう大阪はこれが売ってるんですよ。そうなんですか。そう大阪はねなんかかっぱ橋みたいな道具屋街があって、はい、そこ行ったらたこ焼き混ぜるやつくださいって言ったらこれがでここで卵入れます。卵はこれで18。なんかでも卵結構多めに入れてるって言われるんですよね。いろんなたこ焼き屋さん聞いたらなんか粉1キロに対して3個から4つが一番多いかもしれない。6個入れてるって言ったらそんな入れてんのって結構言われる。倍ぐらい入ってる。でもお父様のそう卵ケチったらあかんって基本なんかケチったらあかんが多いねあとネギ買ってこなかったネギ1ケース1ケースかな。30やったら20に減らしてもらって。お父さんのたこ焼きを絶やしたくないなと思ってアルバイト募集したりとかしてたんですけど、アルバイトやとやっぱりアルバイトしてお給料もらってっていう子が多いから、やっぱりこうたこ焼きをやっぱ継いでいってほしいなと思って、思いつきで弟子募集って貼ってみたんですけど、こんなんで来るやつおらへんやろってみんなで言ってたらうわ来たほんまにと思って僕は3日で覚えます仕事って言って入ってきてたこ焼きはなめんなよっつって今やたこ焼きってこんな難しいんですねって結構勉強してくれてるけど、もともと手切りやったんですけど手で毎日こうネギを泣く切ってたんやけど、はい、毎日泣きながらネギ切ってるのを見た常連さんが「ネギ切る機会あんねんで」って言ってプレゼントしてくれましたびっくりしますよね、突然送られて。しかもクリスマスの日にもらった最近ちょっとボケてきてるな。よしこれ何やろね、昭和の人って叩いたら機械治る思ってる大体1日20本30本ぐらい。めっちゃ早くない？めっちゃ早いでしょ。なんか結構たこ焼き屋さんやと切れてるネギ使ってるの多いんですけどね、でも切りたてと出来たてに勝るもんはないなと思って、なんか1個バランス崩したら全部バランス崩れるから、でもこんだけ切って、はい、張り切ってるけどうちネギ無料なんだよそうなんですか。そう、うちお父さんの代から青ネギマヨネーズ無料みたいなのやっとって、ピンチな時こそケチになっていつもダサいことすんなってよう言われた。
なんか身も心も染まっていこうと思って東京来てさらにたこ焼き愛が強くなったっていうか、なんかどうやったらこのたこ焼きが好きなのを分かってもらえるんやろうって考えた時に自分がたこ焼きになればいいんやんと思って今まで髪の毛この色やけどちょっと前まで髪の毛真っ赤っかやったそれは何ですか？タコになろうかなとよし、ネギ完了。すごい量ですね。すんごい量でしょ。白味噌、お母さんに大阪から送ってもらってる。こっちで白味噌買ったら味違う。大阪のお味噌の方がやっぱ甘い。そうなんですか。うん。どて焼きレシピはあるんですかね。どて焼きはね、これおばあちゃん。おばあちゃん。そう。やっぱり煮物はおばあちゃんが一番美味しい。牛すじとこんにゃくと白味噌。そう、営業しながらコトコト煮込みながら。一つとお疲れ様です。おかえりなさい。おすすめ醤油のたこ焼きがおすすめです。いらっしゃい、こんにちは。醤油あります。ありがとう。たこ焼き焼くのに大体20分ぐらいかかるんで、もう来たら焼けてるように。銅板お父さんが残してくれた形見、結構メンテナンス大変なんですけど、可愛がれば可愛がる分たこ焼きが美味しく焼けるから毎週ピカピカに磨き上げて。はい、いらっしゃい。だし醤油大体生地に味付けてるとこが多いと思います。後入れっていうのはもうこの醤油はここにしか入ってない。だし醤油が後入れなんが風味がもう最後まで逃げへんのと、あとちょうど真ん中にお醤油が残るように焼き上げるんで、噛んだ瞬間にふわって結構だしの風味がくると思うんですよね。ここからしばらく皮ができるまで待ちます。実家がたこ焼きやったからお父さんに見て育っただけで、なんかこれが正解なんか正解じゃないかも独学やから全然わかんないですけど、直接教えてもらったことが何もないんですよね。これがこれぐらいでこれがこれぐらいでこうやでみたいなお父さんじゃなかったから。たこ焼きもなんか生き物みたいなもんやから、一枚一枚毎回毎回焼く時になんか表情が違うっていうか、そう同じタイミングで流したのにこの子だけワンテンポ遅いとか、やっぱ見極めなあかんから結構その都度都度で。東京でこのネギの量で無料ってやばくないですか？やばいです。全員失礼します。竹野君顔出し OK。醤油たこ焼きです。事務所とさんとだ。店主の大倉さんどんな方なんですか？どんな方？大彼か阪らすると、彼より美香ちゃんのが年下なのに、お母さん的なキャラ。ママお腹すいたみたいな。愛されキャラってことでいいですか？うわ、全然返事せえへんやん。確かあのクッションの贈り物ぐらいでね。に確かに。ゲームセンターに景品であって、これは美香ちゃんにあげなきゃいけないなと思って一生懸命取ってきた。
熱いけど一気に頬張った方が美味しいですよ。絶対ほばないしだって熱すぎて食べられないの熱くて。うまい。毎度いらっしゃい。ソースたこ焼き。ソースはね、大阪のちょっと甘いコクのある。最近でもこっちのソース食べたらもうこのソース以外食べられへんっていう人多い。そのソースもあんまり企業秘密ですか？企業秘密。OK 大丈夫です秘密ばっかりやな。アインシュタイン、これがね、こうソース塗ると髪の毛が完成する。じゃあたこ焼き失礼します。ありがとう。ありがとうございます。ミスいってらっしゃい。いらっしゃい。大阪の八尾で作ってる朝日ポン酢っていうめちゃくちゃ美味しいポン酢があるんですけど、結構ポン酢なんでたこ焼きに使うなんてって思ってる人はめっちゃ多いと思ってる。でもこのポン酢を食べたいって言って来てくる人がすごい多いです。大阪醤油、大阪ソース、大阪ポン酢って大阪シリーズが3種類あるんですけど、大阪ってつくやつだけボケてます。お皿がボケそうてふざけてます。宇宙で一番美味しいです。宇宙で一番美味しいのかわかんないけど、なんかね、一回来ると30個ぐらい食ってる。もっと食ってます。タコせ1個、はいよー。マヨネーズかけていけます？おーい。エビせんとかタコせんやねんけど、これ自体にもタコが入ってる。これもタコのエキスが入ってる。これにソースと天かすとたこ焼き挟んで食べる。これは大阪の定番のおやつ。たこ焼きってもう子供らがもう100円握りしめて食べに行くようなおやつやったんですけど、学校帰りに買い食いしたりとかしてゴミが邪魔なるって言って、たこ焼きのゴミが出えへんようにって言っておせんべいの上に乗せたのが始まりって言ってた。はい、すいません。そしたら400万円です。はい、ありがとう。まいだ秋にありがとうございます。400万円っていつも言ってるんですか？いつも言ってる。ここは浅草のリトル大阪やから、もうこの中だけ大阪なんですよ。大阪の人ってそう言うんですか？400万円結構子供の時駄菓子屋さんとかでめっちゃ言われた。はい、いらっしゃい。たこ焼き。普通に大阪がついてないソースたこ焼きは関東のに合わせた甘みの少ないちょっとさっぱりめのソースの甘みの文化が違うから、一応なんか関西バージョン、関東バージョンで分けて楽しんでもらえるように。はい、どうぞありがとう。Thank you。はい、いらっしゃい。明太子一つ、はい。タコせんを一つお願いします。前さんです。大倉さんはどんな方なんですか？めちゃめちゃ厳しいんですけど、なんだろう、綺麗事を言うとなんか愛があるみたいなちゃんと育ってほしいから厳しくしてくれてんだなっていう分かる厳しさがあるんで、嬉しいですね。はい、じゃあ本当頑張ろうと思います。自家製って書いてた。あ、自家製明太マヨがたこ焼きに合わせるには難しいよ。なんかマヨネーズ自体美味しいんですけど、なんかちょっと甘みがあったり明太子のパンチがちょっともうちょっと欲しいなとか、でうちのたこ焼きが結構だししっかり効いてるから、そのたこ焼きに負けてしまうマヨネーズが多くて、うちのたこ焼きに合うマヨネーズ作ればいいかって自分で作っちゃいました。そうですね。ビール2つ。ありがとうございます。最後ちょろっと醤油を入れて味を締めて、これで完了。完成。じゃあコーラはいい。お好みで1名おかけください。ありがとうございます。中学校1年生とか2年生ぐらいの時になんか
学校行きたくない時期があって、まあ、いわゆる今の学校行けへんくて引きこもりっていうかはいそういうのがあったんですよね。じゃあもう学校行けへんのやったら大人の仕事しなさいみたいなって言われて、それを機にたこ焼き手伝い出して「あいらっしゃいませ」って言わなたこ焼きが売れへんのか、じゃあ声を出してみようとかで今めっちゃ喋れるようになってしまって、多分喋られへんかった期間分今喋ってる植物状態っていうんですかね。早く元気になってなとかいろいろ喋りかけたりしてたんやけど、やっぱり1年2年経ってそれでもやっぱ動かれへんから、まあちょっと大げさっていうか嘘ついて「もう大行列できて起きてくれないやばいで」みたいな感じで話しかけたらビクッてするから、そっからもう面白すぎて「東京で出店決まった」とか何がびっくりするかビクッてなるたびにちょっとおもろになって嘘ばっかりついてたんですけど、その後お父さんが亡くなってなんか元気になってほしいなと思って喋ってたことがなんか全部嘘になってしまうんじゃないかなと思って、そう考えたらあそっか全部やってしまえば嘘になれへんわと思って、お父さんのお葬式終わってすぐにじゃあ東京行ってくるわって突然言い出したんですよねほとんどたこ焼きめっちゃ美味しいからこんなとこで終わらせたらあかんわと思って、日本一のたこ焼き屋さんになるってお父さんが生きてる時に話して約束したんですけど、お父さんが亡くなってしまったんで、なんか亡くなったら宇宙行くみたいな説あるじゃないですか。から宇宙まで届くようにっていうので目標を日本一から宇宙一に変えたんです。宇宙で一番ぐらいにならなお父さんには認めてもらわれへんかなっていう。あ、いらっしゃい。